駐車ぐらいで、冷水トンネル、さてさて、1キロか2キロか。なんか内壁、崩落を防止する板が打ち付けてありますね。ちょっと寒いし、俺しかいない感じですね。1キロぐらい歩いたかな。歩いてカップルで。はいはい、冷水トンネル、小口出たところです。したらですね、やっぱり橋が、第一滝見橋って。こっちだ。おーい。普段の滝だ。なかなかですね。落差ありますね。苔むしててなんか神秘的な雰囲気だな。なんかバスで来た場合、ちょっと止まってくれるらしいんですけどね。歩いてきたら見放題ですね。海橋って言ってるけど、確かにこのちっちゃいのがそうなんですな。さらに奥へ段を行きましょうか。2、300メートルのところで、東平峡トンネル、これは割と新しいですね。東平峡ダム到着と。岩の質感ったらないね。赤いとこね。赤茶けた。うわ、なんだろう。で、あれが昔の中山峠に、昔の国道があんな山道を縫って、峠に出たんですよね。おお、なんだこりゃ、すごいな。うわ、大迫力。今ここら辺がダムの堰堤中央だと思うんですけど、直下がね、えらい状況ですね。うひゃー。あそこが、親淵、あるいはタイヤ淵って言われてたところで、もしかしたらこっち側の方に橋があったのかもしれない。あの奥の方にもなんかトンネルみたいなものがあって、昔はどんな風に人々は歩いたり、あるいはこれ森林鉄道だったらしいんで、どういう風に通ってたんだろうか。
木でさ、さっきは金属製の板で折ってたんだけど、ここは木なんだね。木が散乱。これはどうやって行けんのか。これはどっちへ行くのかって、もうわからないって感じやな。うお、鹿の足音があるな。ダムが見えてきた。もう道がない。俺はさっき上から見た橋やろ。ここにも滝があったんだ。なるほど。おお、こりゃすげえ。今日もちょうだい。これはダムが近いね。ああ。ちっちゃいね。ちっちゃい遊歩道のトンネルか。森林鉄道か。
大谷淵ね。あれ気になるのはあそこのところなんだよね。なんか掘ったみたいな。あれもすごいことになってるんですよ。ああ、もしかしたら、あそこのところからあそこに通じてるのかもしれない。ねえ、ダムの管理用に掘ったのかもしれないよね。まあ、あそこ通れないんで、確かめようもないんだけども。これはすげえ。